シナリオ、通えることを目指しての難易度達人を1年目でクリアします。短期攻略では、住宅経済規模200億円の達成が難しいシナリオです。鉄道の防護柵をなしに設定します。初期配置の初期型近郊列車は売却します。直駅のバスは撤去します。最初から所有している子会社はすべて売り出しします。銀行で限度額まで借り入れます。マイマイガス株をすべて売却します。旅行館株は10万株だけ売却します。20万株残るので株主優待は残ります。太平洋レール株と永住不動産株を20万株ずつ購入して株主優待を受けます。マップ左下で西と南の隣町へ線路で接続します。鉄道総延長 120km の目標もあるので、複線で接続します。法政寺の近くに駅を設置します。設置するのは仮乗降場です。その仮乗降場を地上駅2に改築します。ホーム数は3、ホーム長は7マスです。駅から南の隣町に複線で接続します。東の天満駅に向けて単線で線路を伸ばします。できるだけ既存の道路を潰さないように線路を伸ばします。道路には住宅の発展効果があるため重要です。天満駅は2ホームに改築します。直駅までは既存の単線をそのまま使います。直駅は2ホームに改築します。直駅から北にも単線で伸ばします。北の集落手前で西に線路を伸ばします。瀬塚城の北に駅を設置します。設置する駅は仮乗降場です。その仮乗降場を地上駅2に改築します。ホーム数4、ホーム長7です。仮乗降場を最初に設置する理由は、仮乗降場は駅の建設期間がないためです。最初から地上駅2を設置した場合、駅の完成に時間がかかり、
完成するまでは乗客を乗降させることができません。仮乗降場を設置して、それを地上駅に改築すれば、すぐに乗客を乗降させることが可能です。北の隣町まで複線で接続します。貨物範囲は調整しておきます。敷設した線路上に仮乗降場を設置していきます。できるだけ建物の多い場所、等間隔になるように設置します。設置した仮乗降場はすべて地上駅に改築します。
各駅の片側のみ、2つのホームに線路を接続します。東の隣町と複線で接続します。線路を伸ばして天満駅の北側の駅と接続します。法政寺の近くには農業組合所があるので、駅の貨物範囲を調整して直接貨物輸送できるようにします。マップ西と道路で接続されているトラック駐車場を拡張してトラックを5台配置します。トラックの内訳は木材2と農作物3です。トラックの設定は省略します。瀬塚城近くの駅に農業倉庫と資材置き場を設置します。農作物はここから北の隣町に貨物列車で輸出します。瀬塚城から東に道路を伸ばします。道路は費用の安い簡易舗装道です。農業組合所近くに農業倉庫を設置して、瀬塚城までトラックで運びます。
農作物輸送用の貨物列車を2編成購入して、瀬塚城と法政寺に配置します。貨物列車の運行時間は夜間のみです。太平洋レール株と永住不動産株を売却します。普及型近郊列車を18編成購入します。編成長は6両です。普及型近郊列車は他の西部データで開発したボーナス設計図です。線路に列車を配置します。この時、各列車は隣り合う2つの駅間を往復するように設定します。観光客には必ず各駅で乗り換えをしてもらうためです。このシナリオは3つの観光地の集客力が非常に高いです。各駅で乗り換えさせることにより、各駅の乗降客数が1日1万人を超え、駅自体で大きな利益を稼ぐことが可能です。この利益を使って、住宅経済規模の拡大に必要な道路や、隣町からの資材輸入、鉄道総延長 120km の整備を行うのが短期攻略のポイントになります。ここまでで車両の保有数は初期上限の20に到達しているため、東の隣町への列車と資材用の貨物列車は、車両保管庫拡張のプランを実行してから整備します。隣町への農作物と木材の輸出案件を受託して初期設定は完了です。
観光客が各駅で乗り換えながら観光地に向かいます。マップ左下で西と南の隣町を接続したことによって、西の隣町からの観光客も南の隣町を経由してきてくれます。お金が貯まったら隣町に運行している列車の編成長を7両に拡張します。稼いだ資金は鉄道沿線の道路の整備に使います。行政施策で道路関連の案件があれば受託して助成金も受けましょう。道路の周りには住宅が建ちやすくなり、住宅経済規模の拡大に重要です。積極的に道路を敷設しましょう。
人員不足の警告が出ても人員拡張の必要はありません。社員旅行と福利厚生で社員状況の悪化を防ぐことでしのぎましょう。社員旅行と福利厚生のプランが終わったら車両保管庫拡張のプランを実行します。車両保管庫拡張のプランが終わったら、資材用の貨物列車を購入します。東の隣町と接続している線路に配置して、資材輸入の運行設定をします。資材は町の早期発展に重要です。資材を輸入しないと短期での住宅経済規模達成が困難です。マップ内に自社の資材工場を建設しても、稼働率が低く、町の発展にはつながりませんでした。普及型近郊列車を2編成購入して、東の隣町と接続している線路に配置します。これで東の隣町からも観光客を運ぶことが可能です。資材用の貨物列車を追加で1編成購入して、北の隣町からも資材運搬します。このシナリオでは、北と東の隣町から資材を輸入することが可能です。ある程度道路が敷設できたらバス停を設置してバスを運行します。バス停の周辺は住宅の発展効果が高いので、住宅経済規模の拡大に重要です。バスを運行させたい道路の両端にバス停留所を設置し、その間に簡易バス停留側を設置しました。注意点は、バス停から観光地に観光客が移動できないようにすることです。観光客がバスを使ってしまうと、輸送能力が足りずに観光客が詰まってしまいます。
各駅の周辺にはトラックで資材を運搬します。資材により住宅が早く建つようになり、バス停との相乗効果によってさらに周囲が早く発展するという好循環が生まれます。資材がなくても住宅は発展しますが、時間がかかってしまいます。短期攻略には道路、バス、資材は重要です。8月6日に年間観光客100万人を達成しました。バスが運行している道路に並行して道路を敷設すると、さらに住宅が建ちやすくなります。
線路に並行してマップ全域にバスを運行できたら、開発は完了です。あとは時間を進めて鉄道総延長 120km の達成に必要な資金を稼ぎます。鉄道総延長の距離を稼ぐために、隣町との接続を活用します。隣町との接続には土地代がかからないので、マップ内に鉄道を敷設するより費用を抑えて鉄道総延長を稼ぐことが可能です。12月19日時点で住宅経済規模は165億円、鉄道総延長は 94km です。隣町に複線で鉄道を接続すると、8km ほど鉄道総延長を稼ぐことが可能です。
3月9日に鉄道総延長 120km を達成しました。住宅経済規模は残り5億円ほど必要です。プレイ後半は資材の輸入案件が出てこず、住宅の発展が停滞しました。3月24日に住宅経済規模200億円も達成しました。シナリオ、通えることを目指しての難易度達人を1年目でクリアすることができました。鉄道利益は34億円、資源利益は16億円でした。各駅で乗り換えさせずに鉄道を運行した場合の1年目鉄道利益は16億円くらいだったので、その2倍以上の利益になっています。画面下部に表示されている通り、マップ全体の駅の総利益が年間23億円、1日の利用者数は21万人です。年間観光客数は陽大寺、法政寺で99万人、瀬塚城で83万人でした。途中で観光客が詰まっているようなので、列車の車両数を増やすなどすればもう少し増やせるかもしれません。
最後に、街の発展状況と、各駅で忍耐強く乗り換える観光客をご覧ください。シナリオ、通えることを目指しては、絶対に通いたくないことを目指すことが短期攻略のポイントになりました。マップ南側は資材運搬ができていなかったので、発展状況が悪いです。今回、初めて再現車両を開発してみました。国鉄80系というものを参考にしました。車両に愛着も湧いてプレイのモチベアップになってよかったです。